ンド西ハワはい、こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。はい、しっとり日で始まりましたけれども、はい、今日ちょっと日お仕事でかなりお疲れなんですよね。そうなんです。で、ちょっと疲れてね、正気のない時の日は、もうまるで美輪さんみたいなそうなんですよね。喋り方になってしまうということで、今日は、美輪さん西を美輪西弘ですね。美輪西弘でね、お送りしたいなと。いや、と言いますのもね、レオノラルポッシェさんが、ちょっとアワーでモノマネなんかやってみたらっていうご提案いただいたんで、ね。そうなんで、ちょっとお買い物行った時にそんな話になりましてね、私はね。ちょうど疲れてるし、こんな声しか出ないから。でも美輪さんかよって思われてると思いますよ。美輪さんしかないやんみたいなね。ちょっとミルクちゃんがネックレス狙ってるんで外します。はい。というわけで今日のお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、いよいよゴールデンウィーク始まりました。はい、皆様ご予定などね、あるんでしょうかね。ご旅行行かれる、中には海外なんていう方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、何も予定がないよと、逆にそういった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そうですね。そういった方にですね、ちょっとご提案というか、こういうところ行ってみてもいいんじゃないですかっていうお話をね、今日はしたいんですけれども、私がおすすめしたいのはズバリカラオケ喫茶でございます。そうね。喋りにくいですね、ちょっとね。皆さんは行かれたことあるんでしょうかね。皆さんカラオケ喫茶行かれたことあるんでしょうかね。なんていうんですかね、ミステリアスな業界といいますか、あんまり知られてない世界ですので、カラオケ喫茶の話なんかをすると結構皆さんに興味深く聞いてくださいます。そうですよね。どういうシステムなんですかとか、いくらぐらいするんですかとか、どういう人が来てるんですかとかね。で、ちょっとおっかなびっくりなんだけれども、もし一緒に行ってくれるんだったら覗いてみたいっていう方結構今までいらっしゃったんですよ。なるほど。なのでもしかしたらカラオケ喫茶行ったことないけどどういうとこか知りたいっていう方も多いんじゃないかなと思いまして。そうでしょうね。だからちょっと今日はね、カラオケ喫茶の基本的なお話をしたいなということで、永久保存版でございます。その話をしたいんですけれども、まずじゃあ日誌に質問、三輪西弘さんに質問なんですけれども、カラオケ喫茶を本当に一言で言うならばどういうところですか。大体20文字以内ぐらいでこう表現してほしい。20文字いきなり難しいお題をいただいた。もう定義としてね。定義として、そうね、自分が主役になれるところ。なるほど。それは素敵な表現ですね。そうですね。で、私の方も聞いてもらえますか。考えた定義ね。決めた定義は何ですか。はい。答えなさい。はい。歌好きの高齢者の方の社交場。なるほど。社交場ですよね。そうっていうような感じの場所でございます。はい。話しにくいです。ちょっと普通の西に戻っていただいていいですか。わかりました。はい。カラオケ喫茶っていうのはですね、その名の通りカラオケのある喫茶店というか飲食店だというふうにざっくり考えていただいたらいいんですけど、だったら例えば夜のねお酒を提供するお店、バーとかラウンジとかそういうところでも結構カラオケ置いてるお店あったりするじゃないですか。でそういうとことの違いはっていうところを言うと分かりやすいかなっていうふうに思うんですけれども、まず大きく違うシステム的なところで言ったら死後禁止。基本的に歌ってる方がいらっしゃる時はっていうか必ず誰かしら歌ってるんですけれども、静かにしてその方のお歌を聴いてあげるっていうのが一応カラオケ喫茶の基本のマナーになります。夜のお店とかだったら誰かが歌ってても別にね他のグループがねワイワイ談笑してたりとか、そういうことは全然普通に見受けられるし、別にそれを失礼だと言って咎めることもあんまりそういうシーンはないと思うんですけど、カラオケ喫茶に関しては基本的にお口チャックというか。
まあ店によりけりですけどね。よりけりですけれども、一応基本そういうルールです。基本はね、人の歌はちゃんと聞いてあげましょうっていうね。その代わり自分も皆さんの前で歌う時は皆さんまあしっかり聞いてくださるということがまあ期待できるという場所になりますよね。はい。で、あとはまあこれもお店によりけりなんですけれども、大抵のお店にはまあステージがあります。なので自分が歌う時はステージに立つ、あるいはまあステージがなくてもちょっと目立つようなところですね。そういうまあスペースというか、歌う人がまあ立つ一角がありまして、まあ宴会場とかでもよくあるようなパターンですね。でそこに立って皆さんの前でお歌をご披露すると、というような場所になりまして、まあプチ発表会じゃないけれども、そうですね。そんな感じなんですよ。だからちょっとストレスというか緊張感のかかるところで歌うっていう感じです。で、私が先ほど定義で申しましたように、お客さんのほとんどが高齢者の方ですから、もうほぼ演歌中心だという感じですね。まあ基本的にはそうですね。基本的に演歌をお歌いになるご高齢の方がもうメインの客層であると。ただね、中にはそのお若い方もちらほら入ってこられるカラオケ喫茶もねあってね、別に演歌に偏らない歌がまあね聴けるっていうカラオケ喫茶さんもありますからね。あります。そうですね。で別にカラオケ喫茶さん自身がうちは演歌オンリーですとっていう姿勢のところはまあほぼなくて、まあ別にどんなお客さんでもどうぞっていう感じだし、何歌ったって別に基本的にいいんですけれども、まあやっぱり例えば我々みたいなミュージカルだとか、まあミュージカル歌わなくても割とポップス歌いますよね、我々はね。でそういう系統の曲を歌うとやっぱりちょっと珍しがられるというまあ世界ではありますね。はい。っていうのがまあカラオケ喫茶っていうところのまあ基本的なご説明で、あとよく聞かれるのが料金システム。はい。料金システム、私たちもうかなりいろんなお店今まで行ってきたので、まあ料金システムについては聞いてくださいって感じなんですけれども、大きく分けてね2パターンあると思ってるんです。そうですね。一つはもう金額決まってて、でもその中で歌い放題ですね。でお菓子は基本ついてて、でまあドリンク代は込みだったりとか、別だったりとか、お酒を提供してくれるお店があったりだとか、そこはまあ店によりけりなんですけども、歌い放題例えば1000円とか1500円とか、そういう感じの料金設定のところか、あるいはチケット制のところですね、っていうのはありますよね。だいたい1曲100円ですよね。でこのよくあるコーヒーチケットみたいな感じの1曲100円なんだけど11枚綴りで1000円とかね、そういうのね、そういうのが販売されてて、先にそのチケットを買って、でそのチケットに自分が歌いたい歌を書いて、でまあマスターなりママさんにそれを渡して、まあカラオケの操作はお店の方がしてくださるので、でまあ自分の出番を待って歌うというような、そういう感じのシステム、この2パターンです。でまあね、今までの経験で行くと3000円超えることはないですね。まずないね。まずないです。だいたい1000円から1500円ぐらいで、まあチケット制でも歌い放題のところで、でももう十分3時間4時間ぐらいですかね。まあね、でそこにまあコーヒーを飲んだらコーヒー代とかね、お酒代とかね、そうですね、そこに乗っかってくるっていうだけで、まあほんまに1500円とか2000円とかね、まあ言っても2500円ぐらいのもんですよね。だから本当お手頃で、例えばもう土日でカラオケボックスでフリータイムって言ったらもうそれぐらいか、下手したらそれ以上の金額取られることあるじゃないですか。だったらカラオケ喫茶行った方が実はまあお手頃かもしれないっていうケースもまあありますよね。そうなんですよ。だからカラオケね、まあ数名でねカラオケ行ったとしたって、まあみんな拍手はしてくれるでしょうけども、まあうちわでこう盛り上がるっていうのはそれはすごく楽しいんですけどもね、そんなに緊張したりね、ないね、ことはないかなと思うんだけども、カラオケ喫茶に関してはね、全くの赤の他人がそこにいらっしゃって、その赤の他人に向けてやっぱり歌を歌うっていう、まあこのちょっとストレスがあるんですけれども、歌い終わった後に拍手をねいただいたり、で「わあよかったわや」とかね、なんかね声を後でかけてきてくださったりとかすると、すごくねなんか歌
歌うのがね本当より楽しくね、そうですよ、そうです。本当にね、いい刺激を受けられるんですよね。で、やはり来られてる方は、ただの歌好きじゃなくて、さすが人の前で歌いたいっていうぐらいの方たちが集まってきてるんで、皆さんですわね。そうそう、なんでやっぱりね、全体的に耳のいい方が多いんですよね。だからすごく耳が肥えてらっしゃって、でそういう方たちに結構具体的にね、あなたの歌のこういうところが素晴らしいとか、こういう曲はすごく合ってるとか、あとはこういう曲が君に似合うんじゃないかとか、まあ結構いろんなことをね言ってくださる方もいらっしゃったりとかして、もう本当一期一会で、歌好きの方と交流ができる、なかなかね楽しいバーだなっていうふうに、そう思うんですよ。でも初めてのカラオケ喫茶行った時にいろいろ褒めていただいてね、プロなのとかなんかね言ってて、なんかいろいろみんな褒めそやしていただくんでね、もう帰り道一人帰ってるんですけど、すっごくね自分がスターになったような気分ね。そう本当にね、すごい高揚感で、ああよかったなカラオケ喫茶っていうふうに帰った記憶がありますね。そうですね、やっぱりそういう意味ではこう仲間内でボックス行くのとは全然違った、楽しみ方とか興奮みたいなのがこう味わえるっていうのがすごくいいところだなっていうふうに思いますね。あとは営業時間についてもお話ししたいんですけど、今3、4時間っていうふうにお話ししました。でカラオケ喫茶で高齢者の方がよくお集まりになる場なので、お昼しか営業してないっていうところも結構ありますよね。そうなんだね。そうですね。だからお昼例えば1時から5時とか、大体それぐらいの時間帯が多いですね。その時間のね、いつでも出入りしていいみたいな感じでやってるところもありますし、夜営業されてるところだったら大体6時7時ぐらいから、遅くても10時ぐらいですかね、までっていう感じのところが多いかなっていうふうに思います。大体2部制ですよね、朝の部と夜の部っていう感じで。で私ね、これはちょっとカラオケ喫茶おすすめって言ってる中で、最もここが不便だなと思うところ今からお話しするんですけれども、営業時間と営業日が分かりづらい。分かります？言ってること。要するにホームページとかじゃないってことでしょ？そうなんです。まさにそうなんです。Google にも載ってないお店多くないですか？そうですね。そう。だから本当にリアルにカラオケ喫茶っていうのは、口コミで広がっていく世界なんですよ。だからネットとかじゃなくて、本当に行かれてるお客さんがあそこの店いいよとか、あそこは何曜日から何曜日の何時から何時まで空いててね、今度ここ行ってみるといいよって言って、次のお店の場所とか情報を聞いて、そんなお店なんだったら行ってみようって言って行くっていう、本当にそういう世界なんです。だから例えば噂で店名だけ耳にして、ちょっと気になるから行ってみようかって言って、検索かけても出てこないんですよ。なかなか出てこない。Google にも出てこないから、なんていうの、その店内の様子もわからないし、当然何曜日に営業されてるのか、何時から何時まで営業されてるのかがわからないから、電話番号がなんとか調べ出せたら、直接お店に一旦電話をかけて、いついつ営業されてますかとか、そういうことを聞いた上で行かないとなかなかね、たどり着けない。そうね。だからところが、宣伝が下手なんだよね。はっきり言ったらね。本当にあんなカラオケ喫茶っていうのはすごくね良心的な値段だし、歌を楽しめる場所ですしね、本当にね毎日のように来はる方いらっしゃるんですけども、すごくいいご趣味ですよね。いや本当にね、そのねいいご趣味にしていただいてる方だけで、それ以外の方には本当ね広がっていかないんですよ。だからやっぱりちょっとクローズドな世界というか、謎すぎてよくわからないっていう、もったいないよね。そこは本当にもったいないし、あともう一つ言えばやっぱこのコロナで、もう私最も打撃を受けた業種だと思うんですよ。もうただでさえカラオケがもうあかん言うて、で普通のカラオケボックスとかも閉まってたし、あとまん延防止とかでね、もう県によってはもう長いこと歌えなかった私たちも苦しかったじゃないですか、あの間はね。でもカラオケ喫茶なんか本当にもうステージに立って客席に向かって歌うんで、もうそれはもうね、いっちゃあかんやろみたいな。飛沫がね、飛沫が飛ぶって言ってね、だからたくさんのお店が結構こうビニールカーテンみたいなのをねステージの前にねぶら下げておられました。そうで、あとはもうマスクしたまま歌うとか、でマイクの消毒はもちろん当たり前だしっていうのですごい気を使っておられたけれども、あれでやっぱりちょっと客足が遠のいたみたいな、だから客層もご老人ばっかりだからかかりやすい。
っていうのもあったりとかして、多分すごい苦しい時期で、多分この期間に結構、なくなってしまったというかね、閉店されたお店は多いので、厳しい中でね、今でも頑張っておられるお店にはね、ぜひ皆さん足運んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、本当にそこなんですよ。SNS かホームページはやっぱりねやるべきだと思うんですよね。そうよね。そうそう。が委託してね。そうよそうよ。プロの方に頼んでね、そういったものを作ってみたら全然宣伝効果はあるんじゃないかなと思いますしね。いちいちやっぱり電話して聞くのも、あとはしょっちゅうね貸し切りやってるお店多いですよね。そうね。貸し切りでプロ呼んでちょっとちっちゃいライブとかしはったりするんですけれども、そうなると行ったけど貸し切りやったっていうこともやっぱり少なくないんで、この日は例えば貸し切りですので、ご了承くださいっていうようなことをパッとツイッターって、X ですね、なんかでこうつぶやいたりとか、ホームページに出したりっていうことを、していただいた方がね、いろんな年代の方に来ていただきたいとか、新規のお客様に来ていただきたいってなった時に、やっぱりねネットが今一番リーチするには、いい方法だと思いますのでね、我々なんかはもうホームページあったらかなりポイント上がるんですよね。ここは進んでるお店だから行ってみようみたいななるんでね、ちょっとお店の写真なんかをね、店内の雰囲気とかね。そう店内の雰囲気もそうですしね、店内の規模っていうのもね、やっぱり広告宣伝に力入れてるところっていうのはやっぱりそれなりに広いよね。広くて舞台も立派で、なんかこう最初立った時にはすごく緊張するんだけれども、だけれどもね、歌い終わった時にたくさんの拍手をいただいたりとかね。音響が、ボックスとは違うんですよ。絶対的に音響は設備は整ってるので、本当に歌ってて気持ちいいっていうか、すごく上手に聞こえるんですよね。自分で歌ってて自分の声がね。そうだからそういうこともあったりとかして、ぜひぜひ歌好きの方はですね、カラオケ喫茶行かれてみてもいいんじゃないかなというふうにね思うので。で、私も最初行く時はかなり勇気がいりましたんですけどね。本当に。いやというのもカラオケ大会に何回も行くようになってきてから、知人がたくさんできまして、その知人がカラオケ喫茶って行ったことあるでしょっていうふうに言われたことがあってね、いやそんなことないよって、行ってないのこんだけカラオケ大会行き倒しとって珍しいというような感じなんですよ。そうやね。カラオケ大会に出るような人っていうのはカラオケ喫茶なんかもね当たり前のようにね行きます行かれてるみたいなんです。で私カラオケ喫茶ってどんなものなんだろうと思ってね、もう叩く時、最初はねすごく緊張しましたよ。っていうのもね、外観がねあんまりねなんていうのがオープンな感じでもない。じゃないです。なんか大丈夫かなここっていうのが魔界への扉を開くような、そんなちょっと中の様子が全然わからないっていうね。でも音だけはなんかうっすら演歌のね、演歌とか歌謡曲の古い昭和の曲があと中から聞こえてくるんで、本当に入っていいのかなっていうね。そのジャンル歌わない我々からしたら、そうですね、もうそこがものすごい緊張しますよね。だから一人で行くんではなくてね、お二人で行かれた方がいいんじゃないかな。特に女性の方はそうしてください。料金もね明朗ですしね、ぼったくられるっていうことはまずないので、むしろこの金額でよく成り立ってるなと思います。本当にね。すごくね、だからなんてすごい良心的なサービスなんだろう。基本的にマスターとかママさんのワンオペですからね。ワンオペかあるいはご夫婦でされてるかっていうタイプですよね。絶対従業員雇ってるとこなんかまずないですよね。そうですね。そんな感じでね、頑張っておられるんでね。誰かねお友達とご一緒に、もしこのご覧になってカラオケ喫茶っていうのを前から知ってて、でもなんだか行きづらかったなっていう方がいらっしゃるのであればね、この機会にちょっと新しいことにチャレンジしていただくのにはとってもいいことかなと思いますのでね。そうですね、というようなお話でございましたので、宮尾さん戻ってきたわ。はい、というわけで今日はカラオケ喫茶のお話をさせていただきました。はい、皆さんではゴールデンウィーク楽しくお過ごしください。楽しんでくださいね。はい、というわけでまた次回も見てください。愛でした。三輪西弘でした。綾野西でした。おやすみなさい。やりづらい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。
それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。